今回は、光の攻防ノーマル、ボルカンの攻略だよ。それじゃ、早速見ていこう。まず、バルカンに挑戦する前に、祝福が厳選できてるか、確認しよう。この、祝福の厳選がかなり重要だよ。祝福の厳選はこんな感じだよ。必殺技ダメージの増加は、英雄ランク以上を2個つけよう。また、バイカを使う人は、ダッシュで、のうとう術を発動するため、ダッシュ回数があると、回避も含め戦いやすいよ。その他には、バルカンの防御力や HP を下げるためのデバフ祝福や、ダメージを上げてくれるクリティカル系統のバフもおすすめだよ。また、最近になって、入手難易度が少し低くなった魔力エキスは、水篠の必殺技の強化に使おう。祝福バフの効果も大きく、クリティカルの運も良ければ、かなりのゲージ飛ばしも可能になるよ。次に、今回、実際に、攻略した時の編成だよ。私と同じように赤文字表記でクリアしてる人は、38万から42万程度だよ。42万後半あたりから、白文字表記に、まずは、推奨されたパーティー編成で38万を超えるようにしよう。祝福の厳選も簡単になるので、38万あたりで攻略できるようになると思うよ。次に、アーティファクト。アーティファクトは、赤文字の場合は、クロス車の方が安定したダメージが出せるよ。これは、推奨戦闘力におけるダメージやクリティカル系統オプションの増減によるもの。また、白文字からは、強靭が刺さりやすく、光の攻防の必殺技バフの恩恵もあり、一撃必殺装備も優秀に、強靭に必殺にでもいいし、呪い8セットの良いオプションが引けてるなら、与えるダメージが徐々に増えるから、おすすめだよ。また、ヒーラーに、祝福アーティファクトをつけよう。4セット以上の効果で、サポートスキル使用時にも与えるダメージの増加が付与。また、サポーターは、他のハンターに比べ、アーティファクトの厳選の敷居が低いため、すぐに厳選できると思うよ。次に、クリティカル確率の調整。野獣装備をつけている以上、クリティカル確率を持って安定させたい。42% で少し低いため、影のリーダーや祝福効果で補ってるよ。逆に、50% で強靭装備の場合は、影をバルカにして、バランスを取ろう。次におすすめの装備やスキルなどを見ていくよ。先ほども言ったように、この4種類のアーティファクトがおすすめ。基本的には、強靭装備を使っている人が多いイメージ。強靭でもクリアは可能なので、無理をしてクロス車に変える必要はないよ。また、必殺技のレベルや祝福が厳選できる人は、一撃必殺、スピード攻略したいのであれば、呪い8セットだよ。ただ、むやみに呪い装備を強化するのはもったいないので、メインオプションが防御力や与える回復量増加などのアーティファクトの場合は、強化しないようにしよう。次に武器、一番安定な組み合わせは、バイカー、テテイス。ただし、どちらとも3凸以上が推奨。凸が足りていない人は、セレクトガチャやスペシャルスカウトで凸を重ねよう。祝福は、光の攻防の祝福や自分のアカウント状況に合わせて選択することが大切だよ。自分が参考にする人が全く同じ能力値の可能性はないので、真似をするのではなく、自分のアカウント状況と比較して最適な祝福を選ぼう。また、祝福を選択する際に気をつけるべきこともあるよ。例えば、ボス狩りはダッシュのクールタイムが伸びるので、ダッシュ回数増加の攻防祝福が必須。また、スキルの魔力やクールタイムの祝福は、特定の時間に魔力の回復をする必要があるよ。最後、実践動画を見る前に、結局勝つためにはどうすればよいのか。まずは、推奨された武器の凸を重ねる必要があるよ。セレクトガチャでのピックアップや、スペシャルスカウトで獲得しよう。また、光の攻防の祝福の厳選や、新規アーティファクトの活用、自分のアカウント状況の把握、
コンボや立ち回りの意識、水篠の必殺技を強化する総合戦闘力の増強や育成要素の見直しだよ。それでは実践に移るよ。まずは武器位置にバイカを編成し、ボスの攻撃の前にあらゆる効果をつけるよ。この時ダッシュ増加の祝福がある人はロウ当術の発動や早くボスに近づいて削ろう。ボスの攻撃が終わったらテテイスで凍らせながら影を発動。その後に氷結のクールタイムを考えるのが面倒なので氷結技を連続で使ってるよ。また影の発動の後に氷結を使うことを意識。できるだけ影での削りも大切にしよう。また重複でバフに注意しよう。重複が5つになると大ダメージに加え一時的にスタンするよ。アリシアで頻繁に解除しよう。また光の攻防のバフ効果は重複する仕組み。例えば必殺技ダメージ増加の効果を2個持っていた場合、英雄ランクであれば 30+30 で 60% の増加に強力な必殺技で HP ゲージを大きく削ろう。バルカンのこの3連続攻撃は4回から5回ほど経験することになるよ。攻撃と攻撃の少しのタイミングでも攻撃を止めないことを意識。少しでも野獣効果の重複と HP を削ることに集中しよう。バルカンの突進攻撃は行動終了後に影踏みをしよう。終了前に影踏みして近づくと終了時のなぎ払いのダメージを受けデバフも重複してしまうよ。HP が 70% を下回ると隕石攻撃が来るよ。魔力消費やクールタイム減少の祝福を採用している場合は魔力が枯渇気味にこの少しの時間の間に通常攻撃をし魔力を少しでも回復しよう。また敵の攻撃が来ない時やダッシュの回数に余裕がある場合はバイカのスキルを使う前にダッシュを使用し満開効果を発動しよう。クリティカル確率が上昇し野獣の発動がしやすくなるよ。必殺技は 50% の手前で打つか 50% 以下のブレイク状態の時に打つために温存しよう。ブレイク状態では普段より追加ダメージが乗る仕様なためブレイクに合わせて打つようにしよう。HP が半分を下回ると瓦礫の山が出現。うまく瓦礫に誘導してブレイク状態にしよう。またこの時瓦礫の前に立ち直前で回避することで影踏み足すブレイク状態にすることが可能。この時に必殺技や強力な技で 40% を下回るように火力を出そう。
こで大まかな目安だよ。HP40% を下回ると 70% の時と同じように隕石が来るよ。この時に1分50秒以上は最低でも必要。2分以上あるとクリアの可能性が高くなるよ。それぞれの固定技の時間経過も確認しよう。2回目の隕石が終わると炎の壁が出現。ここから一気に戦いにくくなるよ。まずはクールタイムの終わった氷結を中心に 15% 近くまで削ることを意識しよう。またバルカンの分回し攻撃は基本的に回避に専念。重複でバフの判定を受けやすく、攻撃が当たるとかなり体力を削られることに。バルカンの目が光るときは突進攻撃。この時炎の壁を背にするとバルカンも壁に向かって突進。壁際に追い込むと影踏みがしづらく、かなり苦戦するよ。ここではメイリンをすぐ使わずにシールド解除のために温存。必殺技のバフ厳選やレベルが高い人は飛ばしきることも可能。大抵の人が残ると思うので 15% が近づいてきたらメイリンのスキルを温存することを意識しよう。ここでシールド解除。シールド解除は右京ハンターでも可能。静止。右京ハンターは有利属性ではなくシールド解除もメイリンより遅く、バフ効果も得られない。メイリンを持っていない人はここからかなり苦戦を強いられるよ。この動画は2回目の挑戦。1回目、2回目は残り時間わずか。3回目は光合バフでダッシュ回数2回増加を採用し、の右頭術からの強力なスキルを意識して40秒残し、祝福の厳選やコンボを意識することでかなり安定する結果になったよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺らの投稿をしていく予定だよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。